こんにちは。行政書士社会保険労士の細野です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして令和6年において労働基準監督署からチェックされやすい事業所はここということで、お話をしていきたいと思います。これ何でわかるかと言いますと、毎年ですね、4月1日に地方労働行政運営方針というのが公表されまして、こちらの中にその年度における重点的に管理監督をしていく事業所というのが記載をされているといったことになりますので、その内容について少しピックアップをしてご紹介をしていきたいというふうに思います。まず今回の概要ですね。労働基準監督署が今年度重視をするというのは地方労働行政運営方針で分かるということで、そもそも地方労働行政運営方針とはどういったものなのかについて解説をしていきたいと思います。そしてこの地方労働行政運営方針の中に書いてあるのが重点対象となる事業所というのがあります。こういったところですね、どういった事業所を重点的に見ていこうかということで、挙げられている内容を少しご紹介をした上で、令和6年改正の運営と内容の周知ですね、こちらも労働基準監督署が注意をしているところになりますので、どういった内容が令和6年改正であるのかといったところをご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、地方労働行政運営方針とはどういったものなのかですけれど、こちらはですね、厚生労働省の方で毎年度発表しているもので、毎年4月1日に公表されます。そしてその年度における労働行政の重点課題を示したものですね。その年度においての重点取り組み課題ですね、気にしているところ、課題すべきと、挙げるところがですね、まとまっている全部で40ページほどあるんですけれど、そういったところが発表されるといった形ですね。ちなみにですね、労働行政というのは働く環境の整備ですとか職業の確保、男女の均等な雇用機会の確保だとかという働く希望を支える行政分野というふうに言われております。そして厚生労働省が発表したものを受けまして、各都道府県の労働局をですね、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内の事情に即して重点的な取り組みの課題、対応方針などを盛り込んで方針を策定をしていくという形になっております。そしてですね、地方労働行政の重点課題及び対策が記載をされている地方労働行政運営方針ですけれど、労働基準監督官がどのような法令違反に対して重点的に対処するのかというのを示唆してあります。したがってですね、こちらを読みますと、今年度労働基準監督署がどのような事業所を重点的に対処していこうか、監督していこうかといったところが読み取れるという形になっております。ではですね、令和6年度における地方労働行政運営方針概略について見ていきたいと思います。とてもではないですけど40ページほどありますので全部は書ききれないので一部ピックアップといった形になっております。気になっているところだけピックアップしておりますけれど、大きなところとしてはですね、公正な待遇といったところがキーワードとして挙げられる。また能力の向上と人材確保、そして多様なホニャララといった形になっておりまして、この3つはですね、非常に気になる点かなというふうに個人的には思っております。まずはですね、公正な待遇といったところになりますと、同一労働同一賃金が代表的なところになってきておりますけれど、ここに関しましては正規非正規の待遇の改善、処遇改善といったところになってきますので、ここにつきましては最低賃金ですね、毎年10月に上がっていきますけれど、最低賃金全国平均1000円を超えたといったところで、令和6年10月の最低賃金の行方といったところも非常に注視すべきところではないかなというふうに思います。またですね、労働条件通知書につきましては、令和6年4月からの法改正というのがありまして、無期転換権を有している方に対しての情報提供が労働条件通知書でなされなければいけないという形になっておりますので、こういったところ、法改正部分に関しましては、労働基準監督署は非常に重視をしているといったところ。
また、新型コロナウイルス感染症が、少し落ち着いてきたところでですね、やはり能力の向上といったところ、そして人手不足というのがありますので、人材の確保といったところが非常に重要で、こちらも労働局の方で後押しをしていかなければいけないとしている課題の一つというところになりますので、まずはリスキリングですね。こちら非常によく耳にするようになりましたけれど、こちらに関しましては厚生労働省の人材開発支援助成金ですね、デジタル人材の育成ということで非常に力を入れてコースが作られておりますので、デジタル人材の育成にはこういった助成金を活用してほしいというふうに思います。また、労働移動の円滑化ということでですね、やはりですね、地方での人手不足というのはより一層深刻になっているといったところになりますので、転職ですとか移住、そういったところの後押し、そして成長分野へ人を集中させていくといったところもですね、労働移動の円滑化で考えているところではあります。また、多様なといったところになりますけれど、まずは多様な人材の確保ということで、人手不足というところもありますので、フリーランスの活用というのも、今非常に注目を浴びているところではあります。そしてフリーランスの割合がどんどん今増えてきているといったところもありますので、令和3年にフリーランスガイドラインというのが作られました。またですね、令和6年秋からの施行予定ではありますけれど、フリーランス事業者間の取引適正化等の法律が施行される予定になっておりますので、フリーランスを活用している会社さんにつきましては、こういったところを労働基準監督署は注視をしていくと。やはりですね、契約の形態として、労働者性が認められる場合にはですね、一つの個人事業主ではなく労働者として認定される可能性もあると。また両立支援といったところもありますけれど、やはり育児と仕事、介護と仕事といったところの両立支援を市場に力を入れていくといったところで、育児介護休業法の改正も予定されております。またさらにその先の改正の検討も始まっておりますので、そういったところで両立支援がどんどん広がっていくと。また多様な働き方、多様な休み方で言いますと、多様な正社員というの、こちらもガイドラインが作られておりますけれど、多様な正社員をもっと拡充をしていく。そしてテレワーク、勤務間インターバルですね、労働時間の上限規制が施行されて、という形になりますので、今後ですね、今現状は努力義務になっておりますけれど、勤務間インターバル、こちらにつきましては、いずれは義務化されていくだろうなというふうに思っております。また両立支援と関係しておりますけれど、今後ですね、育児介護休業法の改正において子どもを育てる労働者につきましては、テレワークといった多様な働き方の義務化というのも検討されているといった状況になっておりますので、やはりですね、今現状テレワークを行っていない会社さんにつきましても、テレワークの導入を検討していただければなというふうに思っております。そして、人材の就労という形で、高齢者、障害者、そして外国人といったところになってきておりますけれど、令和6年ですね、法定雇用率、障害者の法定雇用率が 2.3% から 2.5% に引き上げになっている。そしてさらに今後は 2.7% を予定をしているといったところになりますので、障害者の法定雇用率、遵守できているかどうかの確認も必要と。また人材不足における海外人材へ活路を見出していくといったところもありますけれど、技能実習制度の問題点が非常に大きく取り上げられている中で、結果としては技能実習制度の発展的な廃止とともにですね、育成就労制度がスタートという形になっておりますので、2030年をもって技能実習制度を廃止の予定と、そして新しく作られる育成就労制度については2027年にスタートを予定をしているといった状況になっております。そして、重点対象となる事業所につきましてはですね、やはり気になるのは同一労働同一賃金の遵守といった形で、今までですね、あまり重視されてこなかったですけれど、労働基準監督署、今後はですね、非常に力を入れて見ていくような雰囲気が取れまして、基本給、賞与について正社員との待遇差のある理由が、説明が不十分な場合は、点検要請と集中的に実施をするということで、指導まではいかないですが、チェックといったところで、非正規社員の方がいる会社さんにつきましては、少しチェックされる可能性があるのかなと。
また民間人材サービス事業者への指導監督の徹底という形で、人材紹介につきましては、介護人材、医療の人材につきましては、法外な紹介料といったところがありますので、そういったところの是正が入っている部分ではありますけれど、やはりここも同一労働同一賃金で派遣法の適用を受けておりますので、職業安定法、労働者派遣法の違反状況というのを把握して、またその疑いのある事案に対しては徹底的に万全を期して指導監督を行っていくといった形になっておりますので、許可事業で事業を行っている会社さんは注意が必要と。また、毎年上がってきておりますけれど、長時間労働の抑制ですね、こちらは上限規制がもうすでにスタートしているので、ずっと行政運営方針の方では挙げられておりますけれど、時間外、休日労働の時間数が1月あたり80時間を超えるような事業所、もしくはですね、長時間労働にわたる過重労働による過労死等があって労災請求をした事業所につきましては、監督指導を引き続き行っていくというふうになっております。そして、令和6年の法改正ですね、やはり法改正につきまして、労働基準監督署も非常に、意識している部分ではありますので、まずはフリーランスですね、就業環境の整備という形で、やはり新しく法施行がされますので、フリーランスだからといって業務委託契約を結んでいるといってもですね、実際は労働基準法の労働者性があるのではないかといったところですね、このあたりの仕事の依頼の仕方を再度見直してほしいと思います。また、時間外労働の上限規制、2024年問題ですね、この対象事業者につきましては、労働時間短縮に向けた支援というのを行っていく。そして新たにですね、2024年、令和6年10月から外国人雇用労働実態調査というのを行われますので、外国人雇用をしている事業者さんにつきましては、調査依頼があるという形になっております。今後ですね、どんどん外国人就労者、労働者が増えてくるといったところになってきますので、その実態把握といったところに厚生労働省も動いているといった状況。また、裁量労働制の適正な運営ですね、こちらにつきましては、令和6年4月から裁量労働制につきましては、少しルールが変わってきました。本人の同意と撤回の手続きを定めなさいですとか、健康福祉の確保措置を定めなさいといったところになっておりますので、こういったところがきちんと法改正対応できているかどうかといったところを見直してほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、やはり長時間労働の削減というのが非常に大きな課題になっているかと思います。人が足りていないのか、能力アップで対応できるのか、既存の人材の葛藤で対応できるのかといったところをですね、会社の中で検討していただきたいと思います。人手が足りないといった場合は、働きやすい環境づくりでより採用強化をしていく。また、人材がそもそも枯渇している状況であれば、海外に活路を見出してみる。能力アップであれば人材開発支援助成金ですとかキャリアアップ助成金といったところが使ってですね、より能力アップ、生産性、業務効率を向上させていただくと。また既存の人員の活用という形であれば多様な働き方というのも少し模索をしてほしいなというふうに思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。